今ちょうど向こう道路走り寄る本物の車とスピードが一緒。ライフとスピードが一緒です。で、何ですか？これも暇じゃないんで。何がいい感じなんですか今日。今日は、まず一発目の流れの作りが分かりやすく、ちょっとまだ下手くそですけど、この辺の弾みを回す一発目を、スラロームで練習やってて、コーナーの立ち上がりのところとかでちょっともたもたするのを乗せ直すっていうのもできるようになったし、この前の立ち上がりの走りの流れっていうのをフロントをすくい上げて旋回させながらコーナーを立ち上がる。すいません。いい感じで決まった時に今決まりましたって言ってください。あ、マジですか？なんか全体的に悪くないんですって。そうですね。どこが今日あんなに自信満々な顔でいい感じですっていうあの笑顔はどの感じから出てくるのかなと思って。ああ、マジですか？ちょっと決まった後に今の決まりました。あ、バッテリーが切れました。あ、そっち？最悪だ。取りにくくなりました。逆走になったら、逆走になったら取りにくくなりました。逆走全然つながりが行き当たりばったりですね。余裕がないですね。余裕ないですね。なんでだろう。ちょっとまだちゃんと見えてないのか。そういうことですね。準備もしてるところとしてないところと、準備もしないとって言ってやってる感じですね。落ち着いて自分がコントロールできるスピードで行ってみましょうか。感じる、車を感じる、走らせるじゃなくて感じる。そう。今自分がどんな状況なのか、どこにいる、どこを走ってるのか、どういう状態なのか、車が。
をまず把握して、今から先自分はどうなっていくのかっていうイメージ、はい、そうするとコースが変わっても感じて流れをコントロールしていくっていうのを、まあ、組み立てたりとかっていうのは基本一緒なので、0.5 秒先の自分はどうなってるかっていうのをイメージして、そして20年後はどうなってるのかをイメージしてそこまで。もちろんですよしてないんですか？いや、してはいるんですけど、はい、何が起こるかわからん人生はだから計画が大事なわけですよ。そうですね、何パターンも計画を立てないといけないですね。それ通りにはいかなくてもいろんなパターンを考えて20年後の自分を考えとけばじゃあ何通りかはそうですね、2回ぐらいこう逮捕されてもいや逮捕はですね、やっぱりせめて何ですか？未遂ですか？いやご用にはなりたくないですけど走りも一緒ですよだから今まだそのコンマ5秒ぐらい先のパターンっていうのが1個なんとかイメージできるかどうかぐらいしかないんだと思うんですよね。例えばそこに何かイレギュラーなことが起こった場合、それは経験だったりすると、この先こうなったらこういうことが起こるかもしれないとかっていう経験になっていくから、予想もできると。そうですそうです。でも実際に本当に同じことが、起こるかって言ったらやっぱりそれとは似てるけど違うものが大体起こるので、そうですね、でもやっぱり予測してたり経験してたりっていうのが分かって自分のコンマ5秒先のなんでしょうね、状況が何パターンかこうイメージできてると対処ができる可能性も上がるっていうことですよね。そうすると当然その分の余裕も出てくるはずなので、今はそこまで考えなくていいと思いますけど、まず20年先の自分をまずイメージしてみましょうかそしたらもう10秒先のことなんてそうですね、20年前を振り返ってみて考えすぎてなんか思い出したんですか？いや、いろいろこの20年間の何か思い出して考えないかんことがいっぱいある。いっぱいあるでしょう。だからこれからの先の人生が今までの20年の人生よりも充実していくはずなんですね、余裕ができて。走りも一緒ですよ。これに一緒に走ってる人がいたりとかしたら当然その人がどうなるかっていうのも、そうです。こう行くだろうの1個だけだったらそういかなかった時の対応ができないじゃないですか。もう大体この人はいつもこう行くんだけど、そう行くとこの辺が難しくなるからこうなる可能性もあるっていう2パターンあるだけでも全然変わってきますよね。でそれを見越して後ろに入っていくとかっていうのをすれば、いろんなことができる余裕ができてきて運転がもっと楽しくなるんです。